から自然との共生だからこういう遊びには絶対トヨタイムズの富川悠太です。皆さんは夏休みいかがお過ごしでしょうか。最近はですねキャンプですとかグランピングといったアウトドアが流行っていますけれども、今回はですねレクサスが始めましたアウトドアにまつわるプロジェクトについてご紹介いたします。その名もオーバートレイルプロジェクト。2023年6月、1台の車が世界で初めて公開されました。2002年からレクサスで販売されている大型 SUV GX シリーズの最新モデルです。コンセプトはザ・プレミアムオフローダー。どんなこだわりが詰まっているんでしょうか。チーフエンジニアの塚崎さんに車に込めた思いを聞きました。一番のこだわりはですね、こう見ても分かるようにこの本格オフローダーのど真ん中を作ったっていうことなので、この張り出したフェンダーとこのドアのこの筋肉質なマッシブなこのプロポーション、専用で開発したこのオフロードのオールテレインタイヤ、これ東洋タイヤさんと3年がかりで共同開発した。ドアミラーにもオフロード好きにはたまらない一工夫が。縦長にすることでこのオフロード走行した時のこの地面の確認とかをこのミラーの下を広げることで確認しやすくする、そういった狙いもあります。新型 GX は2023年末から世界の各地域で順次販売が開始される予定です。日本にも早く導入されるといいですね。そんな新型 GX に私一足先に試乗させていただけることに。やってきたのは北海道にある試験場です。一緒に乗ってくれるのはレクサスのオフロード車全ての開発ドライバーを務める上野さん。すみません、失礼します。はい、あ、怖い。よいしょ。じゃあ閉めますね。はい、すみません。一般ドライバー代表として試乗してまいります。怖いな。まず挑戦するのがこちらの急斜面。はい、行きます。おお、すごい。あ、でもパワーやっぱりありますね。ここが全く見えないけれども、そこを見れば、あ、すごい見やすいこれ。あ、本当見やすいですねこれ。ちゃんと黄色でタイヤのね、そうですね。道を示してくれるし、この青い線がボディの外側なので、だから、もうここ見てるだけでなんかいけちゃいますね。はい。すごい。さあ、そして一番怖いところに差し掛かります。続いてはなんと岩場の走行です。じゃあこれブレーキ離したらそうですね、行くってことですね。はい。ブレーキ離しますよ。はい。ハンドルに集中してください。はい。離します。はい。はい。はい、ブレーキ離しました。で、こんな見やすいようにカメラに切り替えます。はい。こんな道行ったことないですよ。あ、これもゆっくり自分でやってくれる。はい。やった後もしっかりとブレーキをかけてくれるので、はい。よいしょですね。はい。すごいこれ見やすい。こんな岩場でも簡単に走れる秘密はクロールコントロールというシステムにあります。ドライバーの体が揺れやすいオフロードは繊細なアクセルやブレーキの操作が困難です。しかしクロールコントロールはエンジン出力とブレーキを自動的に制御。ドライバーはハンドル操作にだけ集中できるため安全な運転が可能になっているんです。下手にハンドル使わなくても車がやってくれちゃう。
やっぱこう難所の部分、抵抗が大きな部分はこうゆっくりじわっと上げて、しっかりとブレーキもかけていくっていう感じですよね。いやーすごい、想像以上に車がやってくれます。ものすごいテクノロジーのおかげでものすごく安全で安心感を与えてくれて、いろんな道を走れる車だっていうことがよーく分かりました。この新型 GX の販売を控え、レクサスが取り組んでいるプロジェクトがあります。それがオーバートレイルプロジェクトです。まさにこの車の初期の企画ができてきた頃にデザイン見て、レクサスとしてアウトドアをやるにふさわしい車ができたなって思ったんですよ。プロジェクトリーダーの水藤さんにオーバートレイルという言葉の意味を聞きました。我々レクサスが作った造語です。もう本当に砂漠だとか道なき道をもうオフロード性能の高い車で旅をしながら楽しむみたいなのがオーバーランディング。トレイルはトレイルウォーキングのように、気軽にちょっと自然の中歩こうかみたいなぐらいのものの象徴としてトレイルという言葉を使ってまして、これをくっつけることによってもう幅広いありとあらゆるアウトドアのニーズに寄り添ってレクサスとして一緒にやっていきたい、そういう気持ちをこのオーバートレイルという言葉に込めました。オーバートレイルプロジェクトでは多様なアウトドアライフスタイルに寄り添い、車と共に楽しめるレクサスならではの体験や価値を提供。さらに独自のキャンプ用品なども開発を進めています。我々がオーバートレイルプロジェクトとしてお勧めしたいような、ギアだとかグッズはこれから仲間を探して一緒に作っていって、レンタルするだとか、最終的には売るとか、そういうことも含めて、段階を踏んで徐々にやっていきたいなとは思ってます。それだけではありません。こちらは ROV と呼ばれる水素バギーです。自然を大事にするっていう気持ちとオフロードとかアウトドアを楽しみたいっていう気持ちを両立している、象徴的なモデルだというふうに思ってます。実証実験進めてます。レクサス初となる水素エンジンを搭載した ROV の実証実験、実はあの人も参加しています。森蔵こと豊田昭夫会長です。すごいわ。感想を聞かせていただいてもいいですか。乗ってから。じゃあ行きますか。では私も水素バギー体験させていただきます。よいしょ。水素バギーちゃんと佐々木さんによってコントロールされてます。いやすごいですね。すごいですよね。パワーもすごいし、でもなんかこうなんでしょう、佐々木さんの腕もあるんですけど、安心感もあるんですよ。だから最後の方やっと楽しめるようになってきた。でも楽しめるようになった頃には首が凝っちゃってもうすごいでしょ。スピード上げるんですよ途中からさらに迫力を出さないといけないんで、コースの。これ水素でできちゃうっていうのは環境にいいからいいでしょ。遊んで音立ててね、なんか CO2 排出したっていうんじゃなくて、この場合は水蒸気だけでしょ、水素の場合。だからそれは別にこの辺の木に環境を破壊しない。お水をあげてるんだよ。そうですよね。そうそう確かに木は嬉しいですね。だから自然との共生だから、こういう遊びには絶対水素いいですよ。道を選ばない、命を運ぶ、ね、という使命感があるわけだから。だからやっぱりこういう場所でね、道を選ばずにね、安全に楽しく運んでくるっていうのはね、運ぶイコール感動という意味もありますから、ムーブイコール動かすイコール感動、こ
心を動かすんですね。だから動くモビリティイコール動いてるものを作ってるって言うんだけど、やっぱりそこに感動があるのがトヨタレクサスの味だとも思いますね。僕今まで体験した人生のアトラクションの中で、全ての中で一番楽しかったです今。そうはい。僕はそうです。あんまり楽しい人生を送ってきてないの損してました。うんそうしてると思う。これから楽しんでこれからください楽しんだ方がいい、うんモビリティは楽しめますから。はい今後レクサスオーナー向けの道場体験なども予定しているそうですよ。アウトドアに特化した車で自然と共生し、独自のギアでキャンプなどを楽しむ。まだまだ始まったばかりですが、そんな世界観は少しずつ形になってきています。この夏、世界各国の販売会社の関係者、ディストリビューターがオーバートレイルの世界観を知るために自然あふれる北海道に集結しました。開発中のギアや新型 GX と触れ合い、And you can see the monitor. So dangerous. やばい。 王子ホールディングスが所有する王子の森で森づくりのワークショップも行われました。割れるんですよ。木の中に水分があるので、それが凍ってバーンと本当に寒い時は割れてしまう。木を切った後はまた苗木を植えて育て、持続的に木材資源を利用している王子の森。木の成長には長い時間がかかるため、60年100年先の森の姿を想像しながら世代を超えた森づくりを行っています。いつもやりたいようにはやれないんですよ。でも状況に応じて一番ベストな方法を選びながらやってる。しかし、なぜこうしたワークショップを海外のディストリビューターの皆さんに体験してもらったんでしょうか。王子ホールディングスの皆さんが持っているこの自然の森の価値観と、レクサスっていうものの価値観、ここはどうリンクしてますか？すごくリンクしてると思ってまして、王子ホールディングスの皆さんが言ってるなんていうんですかね、森を守るでサステナブルにするっていうことで、我々レクサスがオーバートレイルで言っている、自然を楽しみながら守る、自然のことをよく知ってるからこそ守りたくなるっていう精神とすごくマッチしてるんですよ。だから一緒にやれるかなって思いました。彼女らがこの自然を体験するっていうのは、このレクサストヨタの世界展開にはどう影響するんですか？もちろん彼らは直接お客さんと触れ合うわけじゃないんですけども、我々のこのアクティビティに参加いただいて、その考え方を理解するだけじゃなくて、本当にエクスペリエンスとして体感してもらうことによって、彼女らが自分の国に戻って、その国の中で販売店さんを集めて勉強会ですよねとか説明会みたいなことをやるときに、いい事例をその国で探して、かつ日本で体験したこともこのリアリティを持って語れる、心の中から理解した状態で販売店さんに語っていただくことができると思うので、それがものすごく意味があると思います。レクサスから新たに生まれたオーバートレイルをまさにその身で体感し、ディスカッションを続けた3日間。世界各地からやってきたディストリビューターの皆さんは、これからその国ならではのオーバートレイルを広めていくことになります。最終日、各国の代表が思いを語りました。So in Australia, we will expand our lifestyle offerings to include Overtrail Project and open customers' eyes to new experiences. On my sales side, Toyota South Africa is saying preserving the Lexus culture through innovation and exploration. So not just limiting the brand, but really going to the next step, inviting new customers and going exploring, showing the toughness of what we've got in the new GX. Because at this moment we are not clear what direction to go. We can do it as soft off-road or using for hobbies, but we need to define the strategy for best. For luck.
So I think that will be our advantage. So we will add the gear and experiences that Mongolia is very unique that we can offer to our customers as well as anyone that wants to visit Mongolia. They can experience that Lexus luxury with the true camping off-road experience in Mongolia. Thank you. ここからはですね、レクサスインターナショナルの渡辺隆プレジデントにお話を伺ってまいります。渡辺さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずお聞きしたいのは、そもそもレクサスって車のブランドじゃないですか。そのレクサスが体験価値を提供するっていうのはどういうことなんでしょう。はい、レクサスってかつてからいろんな枠の中にとらわれずに、そこから新しい価値を提供していくだとか、そういうことをずっとやり続けてきているブランドだと思ってます。で、分かりやすく例えば初代の LS ですよね、はい、これ価格のヒエラルキーみたいなのを超えて、価格なんだけれどもものすごくノイズを徹底的になくして、で振動もなくして、ボンネットの上でシャンパンタワーができちゃうくらい、そういういわゆるそういうところで静粛性だとか質感の高さだとかで、これで高級車のイメージを刷新をしたというかですね、はい、そういうこともやってきましたし、RX なんかはラグジュアリーで初めて、そういう SUV っていうカテゴリーの中に商品を投入していった。さらに、ハイブリッドっていうものをラグジュアリーで初めて採用したのが RX になります。から最近でいくと LBX ですよね。はい、LBX もコンパクトっていうカテゴリーの車を作るっていうことではなくて、日常本当に使いやすい、気軽に使える。だけどスニーカーのようなっていう表現ですね。そうです、そうです。はい。だけどレクサスだよねっていうそういう新しい世界に新しい価値を提供する、そういうことをずっとやってきたブランドです。で、これからの時代やっぱりカーボンニュートラルですよね。はい、でこのカーボンニュートラルに向かっていろんなサステイナブルだとか、いろんなものとの共生だとか、決して物の高級さだとかそういうことではなくて、その時間だったり空間だったりっていうことをいかに豊かな体験にしていくのか、そういう意味ではこういう自然との共生だとか、はい、そういうところにこのレクサスっていうブランドがそういうことを楽しむお客様にどんな価値が提供できるのか、次はちょっとここに挑戦してみようよということでこういうプロジェクトを始めました。だからこそああいうギアの開発も進めたりっていうのも入っていくわけですね。はい、でそういうギアの開発なんかも、我々がずっとものづくりとしてこだわってきたことだったり、その車っていうものを中心にお客様にとって何がいいんだろう、どういうその部品だったり、どういうその操作性フィーリングだったり、そこから受ける印象だったりがいいんだろうって、こういうことをずっとやってきた我々が、何かそういう世界でもそこで一つ一つのものに対してこだわりを持って、その空間全体、お客様の体験全体をもっともっと豊かにしていく、そんなことがこれからどんどんできたらいいなって思ってます。なるほど。そんな面白いなと思って、やりたいと思ってやっちゃえるっていうのもまたレクサスの強みなのかなっていう。そうですね。はい。好きなものが実際の仕事になっていくと、もうそこにはものすごくやっぱりエネルギーが発生して、やりたい人が、自分の本当の仕事はちゃんとやりつつも、その中から少しでもそういうところに避ける時間を作り出して、でも自主的にそういう活動に入っていくっていうような、実はそんなプロジェクトが結構今レクサスの中ではいろいろあってですね、その中の一つにAE86、あれをレクサスバッテリー EV ベブをやってるんだったら、そのベブを使った車の価値だとか楽しさをもっと広げていこうよっていうことで、ちょうど会長からいただいたその愛車のカーボンニュートラル、これみんなで考えようよと。これだったらもう86にベブ乗せてしまえというような、あれもですね、誰かやろうよっていうことを声かけたら、私やります私やりますっていう86好きが一気に集まって、もう一気に20人くらいのプロジェクトになったんですね。はい、明夫さんがね乗った時は我々近くにいましたけども、本当にねご覧のように嬉しそうな感じで運転してたんですよね。はい、はい、そうなんです。はい、本当に僕も乗ってみたんですけど、本当旧車のその味が残ったままのベブっていう感じで、はい、
面白いこと考えるなと思ってました。はい、そういったレクサスのこの価値観を守りながら挑戦を続けていくという中に、今回のキャンプで同じような空気感で水素グリルが入っていました。水素グリルも非常にレクサスと相性がいいなと思って見てたんですけれども、水素グリルで調理したものって食べたことってあります？残念ながらまだ私ないんですよ。じゃあちょっと私のリポートも含めてですね、ぜひちょっとご覧いただければと思います。ディストリビューターの皆さんが集うキャンプ場、その一角にエプロン姿の集団が。水素チームの皆さん、すみません中野さん、これが今の最新の状況、水素コンロ。はい、水素コンロと電気を使ったですね IH ミキサー、それを一体にしたもの。うわー、進化してますね。そうなんですよ。で水素はこのいつもの水素カートリッジ。そうなんです。はい。この水素で、当然自然にも優しくて、はい、あとはこれ発電機なんですけど、これも静かなので、静かです。はい、なんか上質な空間が一緒にレクサスと作れるかな。この水素カートリッジ、実はわずか1年前にお披露目されたばかりです。こちらカートリッジ、これぐらいの大きさのものなんですけど、重さはだいたい 4,5 キロですかね。この中に水素が詰まっているんです。で例えばですね、これをここに入れます。そしてゆっくり左に回すと電気がつくんです。つまりこの水素カートリッジに入っている水素から今電気がついたことになります。持ち運びができるポータブル水素カートリッジ。この頃はまだこんなことができたらいいなというイメージだったんですが、少しずつ進化を続けているんです。水素の用途拡大を目指して2022年10月から水素を使った調理の実験を始めました。そして3月、開発が続く中、水素グリルを使った料理を森蔵さんも一口。食べているのは水素の石焼き芋。その水素の特徴をうまく利用すると美味しくできる調理法がやっぱ数々実験をしていく中で見えてきたので、これなんかは水素の水蒸気がより皮ごと火を入れることで中の糖分を高めてくれるんです。続いては豚の肩ロース。調理する前のカットの仕方も水素に合った方法があるとか。こういう塊で焼くと水蒸気がうまく作用してくれて中しっかり焼けるんです。これがとんかつのようなお肉のカットだと、繊維が多く出てしまってびちゃびちゃになってしまうので、これ今ちょっと焼き上がったばっかりなのでよろしければ。おいしそう。うまい。みずみずしい。食べたい。あっという間に完食です。森蔵さんも絶賛の水素グリル、どんな仕組みなんでしょうか。前回ご覧いただいたものは水素の小型タッチ、はい、これ脱着してここに差し込みます。でこの水素を先ほどのグリダーに使ったり、あとは同じ寸法になりますけど、市の発電機、これはもう未来の部品を利用してるんですけども、発電機で IH に使うっていう、これで水素はそのまま火もできますし、電気変換ができる、こういうものでお客様に使っていただけるんじゃないかなと思います。で今このサイズ2個でした。はい。どれくらい持つの？はい。はい。これだとですね、10時間ぐらい。外のアウトドアの何を使ってもらうっていうことで、はい。ということでこの水素グリル、レクサスのオーバートレイルプロジェクトと相性バッチリなんです。ディストリビューターの皆さんも水素でできた料理に舌鼓を打っていました。こうやって皆さんが楽しむ姿を見られるようになったら、
我々が使えるという一般の人たちが使える段階にようやく踏み出してきたなっていう印象を持ってよろしいでしょうか。そうですね。水素はやっぱり最初とっつきづらいだなと思ってたんですよね。なんか生活の中にないですし、ちょっと危ないかなって思ってると思うんですけど、こうやって今回は料理を通してなんですけど、水素をより身近にしていくことでどんどん自動車だけじゃなくてですね、こういった形でも水素が普及できるかなと思ってます。ポータブル水素カートリッジを使ってアウトドアをする、そんな世の中が近い将来当たり前になっているかもしれないですね。水素グリルで焼いたものを私もいただいたんですけれども、まず変な匂いもちろんしないですし、ものすごく焼いたものがみずみずしくなるんですよ。例えば食パンスライスを水素グリルで焼いてみるとカリッカリになるんですよ、でも食べてみると中がものすごくふんわーっとね水分が含まれていて、超高級食パンみたいになって、これは使い道あるなという感じがしたんですけれども、ぜひ自分も今度チャレンジしたいなって思います、今ご覧になってどうですか、そのレクサスの世界観とこの水素グリルの相性っていうのは。水素ってさっき富川さんも言われた匂いがないじゃないですか、水素みたいに匂いがないっていうことはこれ素材そのものの良さっていうものがどんどん際立つっていうような、そんなことってあるんじゃないのかなって、食べてないので、ここ想像なんですけどでもその考え方って実はレクサスにもあって、これ会長からいろいろ教えていただいたことでもあるんですけど、徹底的にその素を鍛えろと。その素材をとにかく鍛えるんだと、いろんなトッピングだとかいろんなものをつけてその性能を作り込むんじゃなくて、まずはとにかく素を鍛える。で素が良ければよりそこにトッピングしたものだとか味付けしたものがその味が際立つっていう、こういう考え方を常に教えていただいているので、もうまさにその世界とこの水素っていうのはバッチリつながってるんじゃないかな。面白い。マルチパスウェイって考えた時に、水素バギーっていうのも ROV ありましたけれども、レクサスは2035年までに BEV100% を目指すと言っています。でも ROV みたいな水素バギーも挑戦していて、このマルチパスウェイの考え方っていうのはどのように考えてらっしゃるんですか。例えば今回の ROV なんかはこれからレクサスが挑戦していくオーバートレイルっていうプロジェクトの中でそういう環境に入っていった時にさらにそこから深い自然の中に入っていくっていうふうに考えると、やっぱりこれは今のいわゆるガソリンエンジンを持つような車ではなくて、本当にカーボンニュートラルの技術でそういう中に入っていって、その環境の中で共存共生をできるような形にしていく。そういう意味では水素がやっぱりいいなっていうことで、この ROV っていうバギーには水素エンジンを乗せてそういう世界をやっていこうよというふうに考えてます。からBEVに関しては我々レクサスっていう商品をご愛顧いただいているお客様はやっぱり比較的先進地域都市部にお客様を多く保有していただいていますので、そういう地域はよりスピーディーにこのバッテリー EV っていうものの普及が進んでいくであろうと。でそういうお客様にもしっかりレクサスっていう商品を選んでいただけるように、そのBEVっていう商品をまずはとにかく拡充していかなければいけない。どんなお客様でもレクサスの中にあるBEVっていう商品で選んでいただけるようになっていく。なのでまずは我々やらなければいけないのはレクサスの商品の中にフルラインナップでこのバッテリーを構えていく。電動化テクノロジーってやっぱものすごく拡張性があって本当にいろんな提供価値を実現できるこういうポテンシャルを持った技術だと思うんですね。実は制御でそういういろんな車のエンジンのトルク特性だったり駆動力の特性だったりそのスピーカーサウンド技術っていうものを使ってその音の世界だったりこれもバッテリー EV で雑味のあるような振動成分だったりそういうものがなくなるっていうそういう素性のいい土台ができるからこそスピーカーから音を鳴らした時のその音がより際立つっていうこういう世界がどんどんできていくと思ってます。なのでその中で
今言ったような技術を使ってソフトウェア技術を使って、市場のいい中にそういう新しい体験価値だとかいろんなニーズにお応えするような、そういうものをどんどんやっていける、この可能性を今これからレクサスっていう商品の中でどうやって生かしていけるのかっていうことをやっています。私トヨタに入社して今後の車の世界ってどうなっていくんだろうって考えてきた時に、車好きがものすごく楽しめる技術が進んでいく一方で、移動手段として本当に楽でもいいから移動できるように車を使う人っていうのもこう両極端に行くんじゃないかなって勝手に想像してたんですけど、今の感じだとどちらも1台の車でできちゃうような世界がこの先待っているかもしれない、そうですよね。二律創生ですね。これもレクサスブランドの中で常に大事な言葉として使い続けているものですね。一見相反するものをこう融合した中に次の新しい価値がこう生まれてくる。これも我々レクサスが持っている DNA として大事にしてやっていきたいと思ってます。これからのレクサスもものすごく我々を驚かせてくれるような楽しみがみっちり詰まってると思っていいですか？はい。ぜひご期待ください。またね、どんどんこう取材させていただいて皆さんに紹介できたらなと思っております。今日は渡辺さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。